今回は水滴の描き方についてお話ししていきます。水滴って見たことはあると思うんですけど、実際観察してみることってそうそうないですよね。まずは実際に水滴を垂らして観察してみるとしましょう。どうでしょうか。こうやって見ると光と影の位置が反転していて、光を反射するのでそこを捉えたいですね。水滴を水彩で塗る前に分かりやすく鉛筆で簡単な図を描いてみます。左上のこの辺りのハイライトが当たって、その周辺が暗くなります。そして右下にかけてグラデーションで徐々に明るくしていきます。右下のこの辺りが反射の光が一番強いところですね。一応光の方向も書いておきます。そしたら右下に水滴の影が落ちるので、その周辺も濃く描きます。ハイライト、そして反射の光の位置も書いておきます。こんな感じで水滴の濃淡のバランスが描けました。この感じを頭に入れながら水彩で塗っていきます。それでは下書きもできたので実際に塗っていきましょう。色としてはグレーの色を作ります。赤、青、黄色など適当に混ぜ合わせていくとグレーが出来上がるので、実際に混ぜ合わせて作ってみましょう。今回の塗り進め方としては、一度色を塗る場所に水をつけておいて、それから色をにじませて塗っていこうと思います。どんな感じになるか見ててください。まずはハイライトを塗り残しながら全体を塗っていきます。水が染み込んでいるのでじわーっと滲んでいく感じがわかるでしょうか。全体を塗ったら右下の反射部分の色を筆で取ります。最初の説明でも話しましたが、今回の水滴は左上が濃くて右下にかけて薄くなるので、左上に濃いめの絵の具を垂らし込んでいきます。ちょっと早送りします。次に水滴の右下に落ちる影を描きます。右下の輪郭周辺を濃く塗って、その周りにかけてにじませます。もう一段左上の濃さを強めて、濃淡の差を引き立たせます。右下の影が薄く感じられてきたので、もう一段強めます。ハイライトの光を引き立たせるために背景もほんのりと塗ってみます。ついでですが、ハイライトの光は窓が映っているので、なんとなく窓のサッシも描きます。右下の影に反射の光が差し込むので、筆で絵の具を取ります。これで完成ですね。水滴を描く際に参考にしてみてください。次は葉の上に水滴がついている状態も描いてみたいと思います。ここで質問ですが、葉の上の水滴は何色で塗っていくといいでしょうか。先ほどはグレーの色で水滴を塗っていきましたが、背景がある場合は背景の色が水滴の中に入り込みます。ですので、葉の緑みを使って水滴を描いていきます。それでは最初の下書きから進めていきます。水滴だけを見たい方は飛ばしてください。葉はアジサイの葉を使っています。下書きの段階でも葉脈の位置は書いておくと塗るときに進めやすいです。
水滴の位置を印をつけて、光の位置も最初描いた水滴と同じ位置の左上に設定します。それではまずは葉から塗っていきます。葉の色はパーマネントグリーンとビリジャンの緑系の色と赤系の色であるバーミリオンを混ぜ合わせて作っています。緑が鮮やかすぎる場合は反対の色の赤を混ぜると深みが出て自然な色合いになります。こちらも反対色の説明で過去に動画を作ってあるので、そちらも参考にしてみてください。ここはちょっとやらかしちゃいましたね。パレットで混ぜようとしていたんですけど、考え事してきたら手元が狂いました。気を抜くとこういった失敗をしてしまうので、皆さんも気をつけましょう。それでは気を取り直して葉を塗っていきます。絵の具をつけた筆でにじませながら塗り進めます。アジサイの葉の輪郭はギザギザとした形をしているので、特徴を捉えてこんな感じで外側に尖るように描きます。すべて先端を尖った感じで描く必要はないので、丸くなったりいびつな尖り方をしても気にせず進めましょう。それっぽく見えていることが大事です。さあ、これからは水滴を塗っていきます。最初に描いた水滴単体の表現とほぼ同じ手順で進めます。まずは水だけつけて塗って、その後は緑系のくすんだ色で左上から右下にかけてグラデーションでぼかします。水滴部分を乾かしている間に葉の部分を描き進めます。これから葉の葉脈を含めた表現を解説していきますので、一息入れる感じで楽に聞いていてください。真ん中の境目の濃さを強めて、形の違い、色の差をつけます。同じような塗り方で葉脈ごとに濃さをつけていきます。葉脈の境目を塗ってぼかして、濃く塗ってぼかして、これを繰り返すことで表面の微妙な凹凸が描けてきます。上側半分は陰ってくるので、意識的に濃く塗って全体の形の動きを捉えます。葉脈の明るい部分も極力少なくして塗っていきます。濃さが似てきてしまったので、もう一段葉脈を濃くしていきましょう。水彩は塗った時は濃く見えるんですけど、乾くと水気が飛んで淡くなるので、少し濃く塗るぐらいでちょうどいいかもしれませんね。下側の葉も最初に塗った要領でもう一段濃さをつけていきます。ど真ん中の葉脈が明るく引き立つように下側も塗り重ねます。あとは下側の葉の輪郭周辺を少しだけ塗って丸みを出して完成です。ポイントを押さえて塗っていくと葉の感じもぐっと良くなるので、こういった感じでぜひ試しに描いてみてください。それでは葉も描けたので水滴に戻ります。水滴の左上を濃くして右下にかけて薄くぼかします。少しずつ濃さの変化をつけて
こんな感じでうまくにじみを生かしながら描けると水彩らしい表現になりますね。水滴の影も深緑の色を作って塗っていきます。水滴の映り込み部分も描いていきましょう。真ん中あたりに下の葉脈が映り込んでくるので濃くしていきます。どこまで描くかにもよりますが、葉の葉脈をもう少し濃く描くとどうなるか塗り進めてみますね。葉脈ごとの立体感もそうですけど、葉っぱ全体の存在感が強まってきた印象です。ではもう一度水滴に戻ります。細かい映り込みを描いたり、全体の形を整えていきます。最後に葉に落ちる影を描いてみたいと思います。葉の根元はテーブルに設置しているので、少し濃いめに塗って葉の方に向かって浮き上がるので、影を離れたところに描きます。今度は葉の下の輪郭周辺に影を落としていきます。ギザギザした葉の形に沿うようにして塗り進めていきましょう。影に他の色を散らしてみましょう。影に変化が出てきて、絵の表情が優しく見えてきます。温かい色味も加えてみましょうかね。こんな感じで微妙に濃さを強めていきます。あとは全体の影の形をぼかして完成です。今回は水滴を描きましたが、透明なものを描く場合は背景の色が必ず入り込むので、水滴以外の例えばガラスなんかでも同じことが言えます。今回の動画が皆さんのお役に立てたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。